どうも、ボタニカリスティクスです。前回の行ってきましたシリーズのね、武蔵野行ってきましたという動画を公開したんですけど、その中で切り戻しされてないね、ひょろひょろの植物を買ってきてね、自分で、自分の思うタイミングで、自分の思うサイズとかね、自分の思うように、切り戻ししたりして、植物を自分好みの樹形に育てていく楽しみみたいな話をしたんですよ。その話をしてたらね、ちょっと切り戻しについてね、ちょっと僕ね、話したくなってきちゃって、今日はね、一応だから考察シリーズということで、切り戻しについて話したいと思うんですよ。これね、別にフィカスに限った話じゃないんですけどね。でも一応目線は一応常に軸足はね、フィカスに置いて話したいと思いますけどね。というのも、切り戻しについて YouTube を中心に、その SNS 界隈でね、初心者向けのハウツー系の動画、こういうのをね、ちょっと見てって思うことがあったんですよ。それね、どっちかっていうと、ショート動画だったと思うんだけどね、実際ね、内容もちょっと細かく覚えてないし、結構前のことなんで、実際に誰が投稿した動画かとか、もう全然覚えてないんですけど、だからそれについて特定の人を攻撃したりとかするわけじゃないんですけどね。ただそのショート動画、どんなのかっていうと、そのタイトルとかかな、冒頭の部分で、その植物、もう伸びません。そういう動画見たことないですか？こんな植物は買うな、買う前にここを見ろ。ああ、それもう伸びないかも。みたいなさ、ちょっと不安を煽るような、そういったショート動画とか、見たことないですかね？どうだろう？僕とかそれ見た瞬間に、切り戻しのことかって思ったんだけど、でもさ、多分、まださ、観葉植物に興味を持ち始めた段階の人とかはさ、そんなことあるの？みたいな。不安みたいな。騙されたり変なものを買わされてないとか、そういうふうに思うさ、観葉植物をまだ始めたての人とかもいると思うんですよ。だから逆に言うと、そういう人に刺さる、そのワードなんだろうけどね。誰にでも初心者の時代ってあって、どんどんいろいろ勉強して、成長していくっていうものなんだけど、なので、いろんなね、ハウツー動画とかも需要と供給でさ、そういうフェーズの人にはこういう動画、初心者の人にはこういう動画って、それぞれさ、利害が一致してるから、例えばそのショート動画は僕には刺さらないけど、刺さる人には刺さるでいいんだけど、ちょっとさ、引きがありすぎるじゃん。このインパクトのあるワード。その植物もう伸びないかも、大丈夫みたいな。そんなの買って大丈夫みたいな。言われたらさ、ちょっとインパクトがでかいじゃん。なので、確かにそれで引きが強いから、動画の再生数も伸びていくっていうのもわかるし、お客さんを引きつけるワードとしてすごく効果があるっていうのもわかるんだけど、ちょっと誤解を生む可能性があるなと思って、僕ってちょっと眉を潜めて、どうなのっていうちょっと気持ちで見てたんだよね。そもそも切り戻しって何なのっていう話もちょっと軽くするよ。切り戻しってその葉っぱを増やしたりとか、ざっくり言うと樹形を良くしたりする作業なんだ。観葉植物ってさ、部屋の中で育てる植物じゃん。だから無限に大きくできないし、部屋の中でね、長く楽しむためには、サイズをコントロールする必要があったりするわけよ。まずそれ大事なことだよね。あとは、樹形をやっぱりね、良くする。いい見た目、かっこよくするためにも、この切り戻しっていうのが必要になってくるわけ。実際に具体的にはね、切ると、枝が増えるわけよ。オーキシンとか、サイトカインってわかるかな？その分泌するホルモンがあるんだけどね、まっすぐ上に伸びようとするときって、腸外優勢って言って上に伸びようとする。これがね、横に出る側芽。これを抑制しようとするんだ。要するに、上に伸びたいから横に出るやつは抑制しようとするホルモンが分泌されるんだ。なので、横に側芽が抑えられちゃってるんだけど、上を切ると、その抑制が解除されて、それで横に葉っぱが増える。だから切らないとずっと上行っちゃうみたいな。で、横にさ、芽が出てったらさ、枝がボリューム感出てくるじゃん。で、葉っぱもそこで横に出てきたらさ、豪華になってくるじゃん。で、上にビューって伸びようとしてたやつも、切られて、で、幹を今度太くするっていう風になってくるんだ。要するにね、上にビューって伸びることが必ずしもいいって話じゃないでしょって。観葉植物部屋で育てる意味でも、形を良くする意味でもね。そもそもね、みんなね、お店で、この植物かっこいいって思うやつって、もう生産者がその知識と経験とね、センスとかで切り戻ししてくれてるわけよ。で、いい樹形になるように、いい場所で切っていい時期にってやってくれているものを見てかっこいいって思ってるわけ。生産者がもう巧みに作り上げた作品だよね。で、ちょっと話は逸れちゃうんだけど、前回のその武蔵野に行ってきましたっていう動画の中で、そこに置いてる植物はあんまり切り戻しされてないから、自分で買ってきて自分で切り戻ししたりして樹形を作るのをぜひ楽しんでねみたいな話をしたんだけど、だからその逆なんだよ。
武蔵野はそうじゃない植物が置いてあるよってこと。まあそういう意味じゃ、その最初冒頭で話した、その植物もう伸びないよみたいな動画が刺さる人なんかが喜ぶかもしれないんだけどね。でもね、どっちかっていうとね、初心者の人はね、そうじゃないよって思う。大きいが全てじゃないよってことをまず気づくことが大事だと僕は思いますけどね。むしろ一周回った人が切り戻しされてないのを買ってきて自分で切り戻しをしたりする、そういう楽しみ方。それね、どっちかというと一周回った人たちをやることだと僕は思いますけどね。またその切り戻しした、その副産物としてね、その枝をさ、切ったりとかするじゃん。切り戻ししたりとか、樹形を整えたりとかするときに、枝を切ったりするじゃん。その枝を今度挿し木にして、また増やしていくと。いつやるのとか。なんか聞いたことある。まあいいや。そんなね、いつやるのとか、どこを切るのとか、あと、なんだろうな。例えば、その幹の太さにもよるけど、葉っぱを残せとか。そういうね、切り戻しハウツーはね、他のね、動画を当たってくださいね。たくさんあるから、結構充実してる。それこそね、フィカスの切り戻しの仕方とかに特化してるやつもあったと思うよ。探してみてくださいよ。僕はやるまでもないです。はい。こんなわけで、切り戻しが何なのかっていう話を、分かってもらった上でね、だから、大きくするが正で、大きくならないが悪っていうのは違うんだよっていうことね。それは分かってねっていう。でも結局ね、だからね、これもさ、だからあれだよね。まさに、ラーメンだよね。またラーメンかよと。でもね、本当にちょっと思ったんだよね。よく、うちは無課長ですとか言うじゃん。なんかそれはすごい言う店とかあったりしてさ、結局美味しかったらそれでいいんだよ。いや、美味しくないんですけど、じゃあ、ぜひ化学調味料使ってみてくださいって言いたくなるような店、昔結構あったんだよ。これ、批判するわけじゃないけども、昔ね、世田谷の前島さんっていう、ミスターラーメンとか言われてる人がね、無課長だっていうのを大々的に出したラーメンゼロっていうお店を、そういうブランドを出したんだよね。でね、それね、残念ながら僕全然刺さらなかったんですよ。化学調味料って偉大だなっていうことに気づかされた。逆にね。だから、よく化学調味料使ってませんとか、だからうまいみたいに、なんか、よくわかんない人はなんか勘違いしちゃうよっていう。しないか。全然違うね。今日はそんな感じかな。何が言いたかったのかっていうと、今日の動画はある特定のフェーズの人に向けて、僕喋ってるかもしれないね。大きくなりません。その植物大丈夫みたいなことで不安がらなくていいです。不安がるというか、その考え別に持たなくていいです。大きくなくていいです。部屋に飾る観葉植物を買いたいんですよね。だったらいいんですよ、それで。もうすごい初心者の人で、俺は最近フィカスというものにハマり始めたんだよね。早速買ってきて、それをいいところに切って、いついつに切って、この曲がりを作ってみようかなと思うっていう人は大事かもね。でもさ、それ結構すごいね、あなた。結構玄人よ、それは。だからそういう人だったらいいかもしれないけど、初心者の人はね、勘違いしないで。大きくならないからダメだっていうのは違うからね。でもそれ言ったらさ、もう、この日本のね、観葉植物屋さんみんな悪になっちゃうよ。ほとんど切り戻しされているやつを出してるからね。武蔵野みたいなのばっかじゃないよってこと。だから逆に言うと観葉植物屋さん困っちゃうよ。そんなお客さんにさ、これ切り戻しされてるんですか？じゃあ伸びないんですか？じゃあ買わないとか、そういうお客さんが増えたらさ、ちょっとさ、お店としてもちょっと変なこと言ってるやつがいんのか、YouTube で、みたいなって思うかなと思って、お店の人の気持ちになったらさ、僕もだからそういう気持ちだなと思って、違くないと思って。っていうわけで今日のこの動画でした。はい。そんな感じですかね。今日は考察シリーズで切り戻しについてただちょっと思っていることを喋りました動画でしたね。そんな感じでまた今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。はい。